皆さん、1週間お疲れ様でした。日本語の先生の静香です。ちょっと皆さんに聞きたいんですが、皆さんはどのくらい AI を使っていますか？最近の AI は本当に便利になりましたよね。AI があれば、こんな感じでカメラやマイクがなくても自分のビデオを作ることができます。AI がどんどん便利になって、私たちの働き方も変わってきたと感じています。今日は仕事と AI について私の意見を話します。皆さんも一緒に考えてみてください。日本語スタジオ。皆さん、3K の仕事という言葉を知っていますか？これは1980年から1990年くらいによく使われた言葉なんですが、3つの K がある仕事という意味です。3つの K って何だと思いますか？実は全部日本語の形容詞です。きつい、汚い、もう一つはわかりますか？きききき。危険です。きつくて汚くて危険な仕事を 3K の仕事と言います。例えば、工事や介護、ケアギビング、ゴミの仕事など体を使う仕事です。ブルーカラーという言い方もします。カタカナ語で書くとブルーカラーですが、英語ではブルーコラーです。1980年から90年の日本はとても元気でした。みんなたくさん給料をもらって、日本の会社は世界でトップクラスに入るようになっていた時代です。この頃からテクノロジーもすごくなったし、3K の仕事はきつくて汚くて危険だから誰もやりたがらなくなってきたんですね。もちろん今も若い人たちはオフィスで働きたいと言います。皆さんの国ではどうでしょうか？でも今時代が変わってきたと思います。皆さん、チャット GPT のような AI を知っていますよね。最近は AI がいろいろな仕事をするようになりました。例えば、コードを書くこと、翻訳すること、データをまとめてマーケティングを考えることはもちろん、音楽を作ったり、絵を描いたりするようなクリエイティブなことも AI は上手に、そして早くやってしまいます。では、AI にできない仕事は何でしょうか？皆さん、考えてみてください。そうです。体を使う 3K の仕事です。ビルを建てる仕事、病院でお年寄りを助ける仕事、毎日私たちのゴミを集めてくれる仕事、スーパーやコンビニで商品を運んで並べる仕事、料理を作ってテーブルに運んでくれる仕事。これらは全部人間が体を使って人と直接関わってやらないといけない仕事です。AI が代わりにやることはまだできません。エッセンシャルワーカーという言葉を聞いたことがあると思います。コロナの時によく使われるようになった言葉です。エッセンシャルは
日本語では絶対に必要という言い方をします。医療や介護、食べ物や生活に関わる仕事をしている人たちのことをエッセンシャルワーカーと言います。コロナの時、多くの人がリモートワーク、つまり家で仕事をするようになりました。でも、エッセンシャルワーカーの人たちは、コロナの時もずっと外に出て働いていました。病気になるかもしれないリスクがあっても、私たちの生活を守るために働き続けてくれたんです。私はそういう仕事をしている人たちを本当に尊敬しています。きつい、汚い、危険と言われていた仕事が、実は社会で一番大切な仕事だったんです。AI がどれだけ便利になっても、人間の体と人間同士の関わりが必要な仕事はなくならないと思います。むしろこれからもっと価値が上がっていくと思います。ここで少し話を広げてみましょう。体を使う仕事は AI にできない。人と関わる仕事は AI にできないという話をしました。実は言語も同じだと思います。AI は翻訳がとても上手になりました。スマートフォンのカメラを使ったら、メニューやパッケージに何が書いてあるかすぐわかります。駅員さんに道を聞くときも自分の言葉で質問できます。その国の言葉がわからなくても簡単に旅行ができるようになりました。でも翻訳とコミュニケーションは同じじゃないと思います。ここで言うと伝えるの違いを考えてみましょう。英語ならどちらも tell, tell が使えます。でも日本語の言うと伝えるは全然違います。言うは一人でもできます。綺麗なものを見て、わあ、素敵と言う。そして友達に素敵なプレゼントありがとう、嬉しかったよと伝える。伝えるというのはメッセージや気持ちをそこへ届けるという意味があります。伝えるは他動詞、伝わるは自動詞です。コミュニケーションは伝えることです。でも、ただ言葉の意味を伝えるだけじゃありません。声のトーン、顔の表情、タイミング、その場所の空気、そういうものが全部一緒になって、初めて本当の会話になります。AI は言うことはできます。でも、伝えることは人間にしかできないと私は思います。日本に行って少しだけ日本語が話せたらどうなると思いますか？お店の人に日本語でありがとうございますと言ったら相手が笑ってくれた。道を聞いたら知らないおじさんがとても親切に教えてくれた。居酒屋で隣に座った日本人と少し話せた。この伝わったという経験が言語を勉強することの一番の楽しさで AI には作れないものだと思います。完璧じゃなくていいんです。相手の言語で話そうとする気持ちが私はとても素晴らしいと思います。
あなたの文化に興味があります。あなたと話したいです。というリスペクトの気持ちは、日本語が上手じゃなくてもちゃんと伝わります。これってエッセンシャルワーカーの話と同じですよね。体を使って人と直接関わることに価値がある。言語も人と人が直接つながるために使うものだから、 AI がどれだけ便利になっても自分で話すことには別の価値があると思います。だから、私は皆さんと日本語を勉強するのが大好きです。学生の皆さんが日本語が上手になるのを見るのが幸せです。AI を使って日本語を勉強することももちろんいいと思います。私もいろいろなツールを使っています。でも、本物の人間と話す練習はやっぱり特別です。間違えたとき、すぐに直してもらえるし、自然な言い方を教えてもらえます。そして、伝わった、話せたという経験がモチベーションになります。私はオンラインでレッスンをしていますが、日本を旅行している人と京都でレッスンもしています。日本に来る前に少し日本語を知っておきたい。旅行中に使える日本語を勉強したい。そういう人たちのお手伝いができたら嬉しいです。カフェで使えるフレーズ、電車の乗り方、買い物で質問したいとき、旅行で使える日本語を一緒に練習しましょう。興味がある人は、ぜひ下のリンクから連絡してみてください。旅行者の人も、オンラインで勉強したい人もお待ちしています。それでは皆さん、1週間お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。よろしくお願いします。